皆さんこんにちは。こちらは A&D GXZ7100EV です。発売は1990年。当時の値段は79,800円でした。スーパー GX ヘッドが搭載されています。A&D のカセットデッキは最も人気の高い商品の一つでした。今回はこのデッキを使ってスーパー GX ヘッドとカセットテープの性能を詳しく見ていきます。このモデルの主なスペックは次の通りです。ダブルキャプスタンの3ヘッドモデルです。スーパー GX ヘッドというのは周波数特性や耐摩耗性に優れた高性能ヘッドです。この独立鍵化型は一つの完成形です。バイアス周波数やキャリブレーションの周波数がかなり高めです。これはスーパー GX ヘッドの性能の表れでしょう。前回はデッキを修理する様子をご覧いただきました。今回はこのデッキの性能を明らかにしていきます。今回の測定に使ったカセットテープはご覧の通りです。TDK の AD はノーマルの代表です。ソニーの HF Pro はセラミックを使ったノーマルテープの最高峰です。セラミックは変調ノイズを抑え込む対策でした。MAR はアルミダイキャストを使ったメタルテープの最高峰です。こちらは実測上の変調ノイズが最も小さかったマクセル XL2 です。これと比較していきます。それでは測定結果を見ていきます。まずは各種テープの周波数特性です。カセットテープの周波数特性は録音レベルによって変わります。これは録音レベルをドルビーマークに合わせた結果です。メタルテープは 16kHz、その他はだいたい 13kHz が限界です。テープの性能がボトルネックになっています。スーパー GX ヘッドだからといってテープの性能を超えて高音が伸びるわけではありません。クロームテープの性能はノーマルと大差ありません。クロームだからといって録音レベルを上げるとノーマルより高音が出ない結果になります。こちらはメタルの録音レベルを 4dB 高くした結果です。広域が落ちて他のテープと同じ性能になっています。メタルも録音レベルを上げすぎるとノーマルより高音が出なくなるので注意が必要です。こちらはノーマルテープをマイナス 4dB で録音した結果です。録音レベルを下げると広域が伸びてメタルと同じ特性になります。こちらはドルビーをかけた時の周波数特性の変化です。ドルビー B はなしの場合と変わりありません。C は広域が伸びる形になっています。これは以前調査したティアックのデッキと同じです。変調ノイズを見ていきます。変調ノイズはカセットテープ再生の課題です。このノイズは走行が安定しているほど小さくなります。変調ノイズを対策したとされる HF Pro は TDK の AD と同等です。マクセル XL2 は今回も優秀です。これは最も変調ノイズの少ないテープの一つです。必須ノイズを見ていきます。
上の2つはノーマル、そこから3デシベルぐらい下にあるのがハイポジとメタルです。ハイポジはノーマルに対して3デシベルノイズが少ないテープです。メタルは録音レベルを4デシベル上げられるので、これと合わせて7デシベルノイズを減らすことができます。メタルでノイズを減らせるといっても、ドルビーの効果にはかないません。こちらは音の揺らぎを分析した結果です。音の揺らぎには振幅方向と時間軸方向の2つがあります。時間軸方向の揺らぎのことをワウフラッターと言います。ワウフラッターはやや大きめですが、聴覚限界以内に収まっています。振幅方向の揺らぎは 4% ありますが、10kHz で 4% はカセットテープの普通のレベルです。出力インピーダンスを見ていきます。この数字が低いほど低音がよく伸びてノイズが乗りにくくなります。9100の出力回路はディスクリートで、7100はシンプルなオペアンプでした。9100の結果は一般的です。低域にかけて上昇していますが、このくらいなら問題ありません。7100は 2kΩ あります。7100には出力のバッファアンプがなくて大きな保護抵抗がついていますが、 2kΩ は高すぎです。これだけ高いとケーブルでノイズが乗ったり、相手機器によって特性が変わる可能性があります。こちらはソース入力をそのままスルーした時の歪みです。ディスクリートよりオペアンプ回路の方が歪みが少なくなっています。今やディスクリートよりオペアンプ回路の方が優秀です。現代ではわざわざディスクリートで回路を構成する意味はほとんどなくなっています。このデッキの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。今回はデッキの音の違いを聞き比べます。1番の原音は音楽ソースそのものです。YouTube の配信では CD 並みの音質になります。2番はこのデッキの音です。テープはメタルの最高峰 TDK-MAR を使いました。3番は同じ条件で録音した TIAC 最上位モデルの音です。ヘッドはコバルトアモルファスです。今回の視聴は答えを伏せてお聞きいただきます。それではどうぞ。音楽室の古いピアノにもたれ音楽室の古いピアノにもたれ音楽
古いピアノにもたれていかがでしたでしょう。音の違いについて何か分かった方は内容をお聞かせください。以上の結果をまとめると次の通りです。スーパー GX ヘッドのメリットはほとんど摩耗しないことです。これは性能が安定するという点において重要です。性能はテープがボトルネックになっています。ヘッドの広域特性を良くしても録音の時の自己バイアスで落ちてしまいます。これ以上の性能は必要ないでしょう。ディスクリートは音質にメリットのない構成ですが、出力インピダンスの違いで9100の方が高音質と言えます。ただし9100には発熱の大きい部品があってハンダ割れを起こしていました。製品としての信頼性は7100の方が上です。中古のデッキ選びは外れの多いくじを引くように見えます。外れの主な要因はヘッドの摩耗です。ほとんど摩耗しないスーパー GX ヘッドを搭載したモデルはリスクの少ない選択と言えるでしょう。ご視聴ありがとうございました。